2026年、オーストラリア、アデレード。一人の男が16年ぶりの頂点に立ちました。駆け寄る間な娘を抱き、彼は崩れ落ちます。それは、誰も見たことがない孤独な涙でした。なぜ天才は12年もの間消えていたのか。かつて、彼は次世代の王と呼ばれていました。タイガー・ウッズの唯一の後継者。それが彼でした。25歳までに3勝。世界ランクは一気に6位へ。ゴルフ界の未来は彼の手の中にあったはずです。しかし2012年、異変は突然訪れました。怪我を理由に、彼は表舞台から姿を消したのです。1年、2年、再起のニュースは届きません。沈黙は気づけば12年という歳月に及びました。なぜ彼は最強のまま消えなければならなかったのか。世間は彼をこう噂しました。彼が保険金で遊んでいる。働かずに贅沢を楽しんでいる。単なる隠居だ。冷ややかな声が彼を襲います。しかし現実は想像を絶する地獄だったのです。彼は重度の依存症にありました。自分の姿を制止できません。精神は完全に壊れていました。一時は死の淵をさまよいました。本人がそう振り返るほどの暗闇。朝が来なければいいと空を仰ぐ孤独。そして止まらない自責。何度も自らの生命を終わらせようとした。彼の中に潜む悪魔との戦いです。繰り返される足や指の手術。痛み止めの薬が彼を依存へ引き込む。傷だらけの体。もう戦う力はない。かつて愛したゴルフというスポーツ。それは人生を破壊した敵でした。道具に触れることさえ拒絶しました。そこへさらなる追い打ちが来ます。診断の結果、医師は冷酷に告げました。子供を授かるのはもう不可能です。未来の家族、それさえも奪われた。自分の過去が未来まで焼き尽くす。すべての希望が完全に消えました。2022年、奇跡が舞い降りました。愛娘、ベラの誕生、それは不可能の証明でした。自分には価値がない。そう思っていた男。震える手で娘を抱きしめます。初めて生きる意味を知りました。娘の靴と誇りをかぶったボール。12年間、交わるはずのなかった2つ。それが今、目の前で並んでいます。この子に何を残せるだろう。彼は自分の過去を振り返ります。逃げ続けてきた情けない自分の姿。パパは負け犬だったんだよ。そう教えることはしたくない。彼は父親としての誇りを求めました。2024年。彼は物置を開けました。12年放置された古いゴルフバッグ。触れるだけで過去の痛みがよみがえる。震える手でクラブを握りました。もう一度立ち上がるんだ。止まった時計が静かに動き出す。練習場にはいつも娘がいました。幼いベラの声が静寂を突き抜ける。パパ、頑張って。その一言のために、彼は再び戦場へ戻ることを誓います。自分のためではなく、愛する娘のために。アンソニー・キム、第2章の幕開けです。2024年、彼はついにその時が来ました。全世界のゴルフファンが注目します。伝説の男、12年ぶりのティーアップ。しかし、ゴルフの神は残酷でした。かつての神童はそこにいません。身体がスイングを拒絶しています。結果は無慈悲な再会でした。12年の空白が重くのしかかります。世間からは失望の声が漏れました。会見場で彼は真実を明かします。最初は球をシャンクさせない。それだけでもう精一杯だったんだ。シャンク、それはプロの死刑宣告。初心者のようなミスに震えました。彼は自分の無力さを痛感します。ライバルたちは
はるか先にいました。現代ゴルフの進化に置き去りにされる。かつての武器はもう通用しません。彼はただの客寄せパンダだ。ネットには辛辣な言葉が並びます。復帰は間違いだったのでしょうか。夜の静寂が彼を追い詰めます。まだ間に合うのだろうか。暗闇の中で彼は自問自答しました。それでも彼は歩みを止めません。シャンクの恐怖を努力で塗りつぶす。泥臭い本当の再始動が始まりました。地獄の特訓が始まります。12前のブランクはあまりに重い。振るたびに体中に激痛が走る。彼は自分に呪文をかけました。毎日 1% だけ昨日を超えよう。遠い頂上ではなく足元だけを見る。0.01% の積み重ね。それだけが彼に残された武器でした。逃げ出したくなる自分をねじ伏せる。その背中を支える女性がいました。妻、エミリー。彼女は理解していました。夫がどれほどの恐怖と戦っているか。ある夜、彼女はまっすぐに言いました。あなたが多くの人を救う唯一の方法。それは、あなたが勝つことよ。慰めではなく、使命を与えたのです。苦しむ人々へ、証明せよという宣告。アンソニーの迷いは消えました。2026年、運命の予選会。枠はたったの3つ。失敗は許されない。殺気立つコースで、彼は呼吸を整える。極限の重圧。それを跳ねのけた。自力で、アデレードへの切符をつかむ。客寄せではない。実力での証明。救うべき人々のために、彼は行く。もはや、ただの復活劇ではありません。5795日目の決戦が始まります。運命の舞台、アデレードへと続きます。2026年2月、運命の朝が来ました。舞台は、オーストラリアのアデレード。16年の沈黙を破る決戦の地です。相手は現役最強の王者たち。シュートは小打差。絶望的な距離です。他の誰一人、彼の勝利を信じていません。だがこの日、かつての神道が目覚める。1% の努力が牙を剥いたのです。ピンを刺す、正確無比なショット。怒涛のバーディーラッシュが続く。リーダーボードを一気に駆け上がる。AK の文字が頂点へ迫ります。運命の18番。これを沈めれば、16年ぶりの頂点。16年、5795日という途方もない月日。全世界の視線が彼に注がれます。彼は胸に手を当て、鼓動を感じました。脳裏をよぎるのは、地獄の日々と家族。パパ、頑張って。娘の声が響く。ボールが吸い込まれるように、カップの中へ。その瞬間が訪れました。地鳴りのような歓声が鳴り響く。16年ぶりの復活優勝。伝説は、ただの物語を超えた。16年。それはあまりに長い時間でした。彼は言います。ゴルフは人生のすべてではない。娘に、パパは負け犬じゃないと伝えたかった。その約束を果たし、彼は本当の自分を取り戻しました。どん底にいても、1% の歩みを止めないこと。彼の物語は、苦しむ人々に勇気を与え続けます。諦めなければ、人生はいつでも、何度でも輝ける。伝説の続きは、まだ始まったばかりです。12年の空白を経て、彼は証明しました。人生に手遅れなんて言葉はないのだと。AI で描く偉人の起死回生。第6回、アンソニー・キム編はいかがだったでしょうか。このチャンネルでは、そんな偉人たちの起死回生の物語をこれからも描き続けます。彼らも最初から強かったわけではありません。あなたも今何かに立ち止まっているなら、1% でいい。明日を少しだけ変えてみませんか。今回の動画が少しでもあなたの力になったなら、ぜひ、高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。